Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Data Toya Kaiwai The Best 11 Des それでは早速 Let's get it started. 1. Toyawala Namihei Pizza 予約で満席になってしまうこともしばしば。なかなか予約を取ることさえ難しい人気なお店ね。定番から地元野菜を使ったもの、桜エビやフキノトウといった独特のアレンジピザ、リンゴとゴルゴンゾーラなどデザートっぽいのまで美味しいピッツァがいただけちゃいます。生地が薄めの耳はふっくらもちっとパリッとで私たちの大好きなやつ。こりゃ道内屈指のピッツェリアじゃないですかいと思ったら、オーナーさんは本場ナポリでも修行したピッツァヨーロだったんです。なるほど、そりゃ美味しいはずだ。お店の雰囲気もホール担当の奥様も素敵なレストラン。気になる店名の波平ピザなんだけれども、波平さんっていう名前のご主人なわけではないんだよね。磯野さんって名字なわけでも、髪の毛が頭頂部に1本だけってわけでもないのでご安心を。なんでよ。豊浦の海のイメージと親しみある国民的アニメのキャラクター磯野波平をオマージュしたんだそう。そしてサーフィンの波乗りっていうイメージも重ねられているんだそう。なるほど。ところで知ってた？磯野波平の年齢。68歳くらいのイメージかな。なんと驚きの54歳なんだ。若ハゲ。だいぶ年下じゃん波平。おいびっくりだぜ。でも1969年から55年間ずっと54歳なんて羨ましいよ。波平はさ、おでなんか毎年年取っちゃってっからね。それが普通だね。できれば54歳じゃなくて44歳ぐらいでずっと入れたらいいのにな。もっと若いのがいいんじゃないんだ。私は38歳くらいかな。今じゃん。そういうことにしといて。人類の平和のために。しょうがねえな。待ってよ。そしたら何？私は磯の船世代ってこと？だ。嘘。船何歳？54歳。2. Toyako Lake Hill Farm 羊蹄山がドーンと見えるはずが、残念ながらこの日はお目にかかれませんでしたが、北海道はでっかい道を思いっきり感じられる場所にありますレイクヒルファームさん。看板娘ヤギのゆきちゃんが出迎えてくれます。こちらの名物はやはりカムイミンタルの塩&ホワイトクリームでしょうか。普段はミルク系あんま食べないメシタビーズですが、こちらのホワイトクリームは乳臭くないのがいいんです。そうだね。北海道噴火湾の海水を釜で炊いて作られたカムイミンタルの塩っていうフレーバーがおいちゃんのお気に入り。甘すぎずほのかな塩味が爽やかでですね。やっぱ夏の北海道といえばトウモコロシっしょってことで、コーンの加糖されていないナチュラルな甘さが私のお気に入り。リアルガチのコーンがこんなに入って美味しいんです。これまるで冷製コーンスープかのようなジェラートなの。驚くほど甘さ控えめなのが超ナチュラルでいいですね。でしょう。この草原から羊蹄山を眺めながらの北海道ジェラート、最高っしょ。はい。 3. Toyako Deme King Shock Door 洞爺湖温泉街の中心にございますデメキンさん。こちらはチャーハンが有名ってことでお邪魔しましたよ。チャーハンの量が普通盛りで2合あるとかないとか。2合は無理っしょ。2合はじゃじゃーんやば。これが噂のチャーハンです。どう？映像で伝わるかな。福神漬けどんだけ？そっち？チャーシューゴロゴロの結構強めの味付けだけど、この福神漬けと卵のスープが箸休め的でいいですね。Anyway 量がヤバシロ信号。ちょめちょめそんなに食べたらデメキンみたいに目飛び出しちゃうよ。何やら店名の由来は店主を見れば一目瞭然って書き込み書いてる人いたのね。残念ながら店主さんの顔は見れなかったの。声は聞けたんだけど、鍋振る音とデメキン父さんのうまいとかよしとかって聞こえて、活気あって美味しい感漂うなんともいい雰囲気なのよね。あれ意外と完食できんじゃねと思ったらあえなく
3分の1でダウン。いや無理っしょこりゃ。いや隣のガテン系兄さん、ラーメンにチャーハンペロッと完食。すっきりした顔でさっそうとお帰りになったんだけど、すごすぎはるわ。これにラーメンはやばいね。考えられん。半分以上残っちゃったんだけど、残りはおじさんのお土産券晩ご飯になりましたとさ。ごちそうさんした。4. Data. Chuka really sai. 海岸線にほど近い錦大通り沿いの中華レストラン。昔すすきの交番の裏にあったサイサイさんを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、以前はすすきのとチェーンだったらしいんですが、現在はこちら単独で営業されています。すすきのの店はなくなっちゃったからね。素晴らしい外観にインテリア、シェフのコック棒にプライドを感じますね。こちらおいちゃんとってもお気に入りの中華食堂なんです。かっこいいよね。コック棒姿で手際よく調理する姿ってなんかしびれちゃうな。心意気が伝わりますね。美味しいへの安心感が違います。ラーメン屋や大衆飯店よりはワンクラス上の中華レストランっていう感じかな。安いってわけではないけれど、これだけちゃんとしたものがいただけるのはありがたやでございます。ご飯の炊け具合でそのお店の信頼度ってある程度わかるじゃないですか。はいはい、大事よねご飯。ここはね、これだけ美味しく炊いてもらえりゃお米も嬉しいだろうなってのが出てきましたよ。すごい、なかなかご飯って難しいのよね、美味しく炊くのって。そうなんだよ。逆にそこをしっかりやってくれているお店って信頼できるよね。モンドセレクションの金賞よりずっと信憑性が高いよ。いやいや、モンドセレクションはお金払えばもらえる賞でしょ。それがそうでもないという記事が最近ネットにうようよあるんだけどね。その信憑性については不明だけども、金賞受賞率は 47% なんだそうだ。だって金賞以外聞いたことないよ。ねえ、こちらのランチはぜひまたいただきたいですね。広東麺がねまだ食べれていないんでね、またこにゃーない。私あんかけ焼きそば食べたい。さて問題です。モンドセレクションの申請料はいくらでしょうか。あれいくらだっけ。前も出されたもんだよね。17万くらいだったよな。25万円。高っ。値上がり半端ね。あ、円安か。だ、ユーロ決済だからね。5. Toyako. Yukana. 洞爺湖畔の可愛いお店。ナチュラルな感じが癒されますね。そしてこちら飯旅ーズ大好物のアジアンフードがいただけるということでお邪魔しました。それにしても皆さんよく知ってらっしゃるんですね。大繁盛でした。メニューはフォー、ルーローハン、カレーと不思議な組み合わせなんだけれども、全部大好物なので気にしません。いやー、このグリーンカレー今まで食べた中で一番美味しかったっすね。本場タイよりも。そう、実はタイでもグリーンカレーはあんま日本人の口に合わないお店が多くってね。あら、ゆかなさんゴイゴイスーです。うちのカレーにうるさいうんちくちくおじさんをうならせるなんて。ひどいな。うんちおじさんはやめてくれよ。そうは言ってないでしょ。Anyway. もう美味しい本格的なフォーね。ゆかな藩の料理はどれも美味しいし綺麗だな。札幌のベトナム料理店のオーナーだったゆかさんが結婚を機に店を畳んで洞爺に移住したそうな。そうなの。素敵よね。こんな湖に面した可愛いお店憧れちゃう。洞爺の人々にとってもこういう料理が味わえるお店がどんどんできてきて嬉しいだろうね。ねえ、ノースウエスト洞爺楽しいね。寄り道ポイント増えちゃった。洞爺またゆかなな。6. ニューヨーク Toyako. Toya Kanko Hotel. 洞爺に来たなら温泉に入らなきゃねってことで日帰り入浴を調べていたら、食べて日帰り温泉半額キャンペーンなるものを発見。これはラッキーだったね。要するに洞爺界隈のお店の飲食レシートを提示すると入浴料が通常800円のところ半額の400円になるっていうキャンペーンね。ゆかなさんのレシートフロントで出したら半額で入浴できました。イエーイ。しかもホテルはチャイニーズで大混雑だったんだけれども、
なぜか風呂はガラガラ。せっかく洞爺湖温泉まで来てんのに皆さん入浴しないのね。めっちゃゆったり入浴させていただきました。ね、混雑覚悟してたのにまさかの大浴場ガラガラ。てかお風呂は一時混んだけどサウナはゼロだった。中華系の皆さんサウナには入らないのかな。超整っちまったぜ。ねえ、整い放題だし花火も見れたし。キャンペーンはその時々で違うみたいなので、興味のある方はホームページをチェックしてみてみて。 7. Today's katsu curry. Sorbetsu. Fipala no moli. 国道453号洞爺湖の登別線沿いの森の中にポツンとあるレストラン。こちらはカツカレーが美味しいという噂を嗅ぎつけましてね、参上でございます。なんか素敵なインテリアね。そうなんだ。内装に目が釘付けになりましたね。大木が一本まんまドーンと何本か建物の大柱になってんの。あれ、三笠の太鼓の湯みたいな。そうそう。おいちゃんは今までお店を何軒も作ってきたからわかるんだけども、これは工務店や建設業者の仕事じゃないなぁ思ってね、お店の人に聞いたの、したっけ。なんと個人の方が一人で建てちゃったそうなんです。すっご。ねえ、めちゃめちゃかっちょいい店でしたよ。カツカレーもスパイシーなちゃんとローストして作っスパイシーな欧風カレー。手作り感たっぷりで市販ルーを全く感じさせない素晴らしいカレーでした。なんか結構ブラックカレーっぽい感じね。そうそう。色はさほどブラッキーではないんだけれども、ブラックカレー系のテイストでしたね。カツがうまかった。冷凍肉を使ってない感じの素晴らしいポークがさっくりと揚がっていて、カレーかけるのがもったいないくらいのカツでしたね。出た、カレーかけんのもったいない発言。よっぽど美味しいとんかつの時にしか言わないやつ。そうそう。本当にうまいとんかつは少量のソースとからして食べるのが最高だからね。なあ、わかるそれ。噂通りの素晴らしいカツカレーでしたね。何やらキノコラーメンが美味しいらしいんでね、またこの界隈来たらぜひ立ち寄りたいですね。 8. Toyako. Ramyurt. 洞爺村界隈のこの辺り、洞爺ノースウエストと私たちは呼んでいます。こちらのパン屋さん、エジプト塩パンが有名ね。はい、洞爺に来ると寄ってしまうハード系のパン屋さん。エジプト塩パンを写真で見てね、怪しさに興味津々でさ、来てみてびっくり。でかっってね。想像以上の大きさと重量にびっくりたまげたよね。ここのパンたちは重いのが特徴。味じゃなくて重量が重い。最近のあなたのようにね。そうなんだよ。現在3オーバーパーでございます。いやー、せっかくこないだアンダーになったのにね。だのさ、こんな美味しいものばっかり毎日食べてたら太るっちゅうの。非凡な重量感の美味しいパン屋さんが洞爺村にございます。看板がないので分かりづらいかも。洞爺水の駅真向かい、ツタだらけの建物を目印に。近所に面白い試みのお店や工房が集まってるのでブラブラするのにいいよね。あー、ガラス工房が素敵だった。興味のある方は行ってみてみて。天狗の下駄履いてる人のね。天狗の下駄？これこれ。あー、一本バゲタ。だ。バゲだった。すごいよね、あの人。あんな不安定な下駄履いたまんまガラス作ってた。一本バゲタを履きこなしてんのあの人と天狗だけだね。素敵。 9. Toyako. Hygiene. 洞爺湖温泉街の奥の方っていうのかしらね。10年前からあるらしいんだけど全然知らんかったね。はい、今回視聴者さんのタレコミがあり発見ってね。情報提供助かります。ありがとうございました。ちょうどハンバーガー特番の食べ込みもしてたんでよかったっす。あざーす。結構ハンバーガー屋さん美味しいのあるんですよね、北海道ね。結構レベル高いと思いますわ、北海道バーガー。佐世保や横須賀には負けてないですよ。はい、ちょっと強めのアメリカンテイストかな。肉汁めっちゃこぼれました。じゃあ行きましたね。はい、今回はハイドゥンどう発音するのか正解が分かりませんが、リードオフの Led off. 店名がついたバーガーをいただきました。結構ユウたちが買いに来てたわ。日本来てなぜにバーガーって思うけどね。ねえ、我々がハワイに行って寿司食らうみたいな話だよね。考えられへん。考えられるよね。日本食に飽きちゃったのかしらね。
照り焼きエッグバーガーってのがあって食べたかったんだけど、帰る時に気づいたの。食べたかったな。グルメバーガーの照り焼きってさ、あんまやってる店ないんだよね。あれば必ず食べてみんだけど、うまいよね。そうなの、バッチクソうまいの。 Bachikuso や Wumai. っぱすごいわジャパン。照り焼きうまし。このテリーは次回の楽しみにとっておきってことで、それにしても東野といえばロングラン花火大会、あれすごいよね。43年も続いてんだって。ああ、そんなんなる。半年間毎日っていくらかかるんだべ費用。1日150発撃つんだそうだよ。ねえ、一発1万としても1日150万、半年で 2,3 億かかっちゃってるわけ。一体どういうからくりなんだろうね。町の補助金とかもあるんだろうけども不思議ねえ、世の中には不思議がいっぱいさ。終わらない道路工事とかね。はいはい、大沼のね、あれもう10年以上やってるっしょ。最初牧大事故ったとこでしょ、元エグザイルの。あ、そうそう。で見てたんだよね、あれちょうど。あ、そうだ。 10. Data. Wasabi. 伊達といえばやっぱわさびさん。ここは北海道トップクラスのハイポテンシャル回転寿司さん High potential. ね。っていうか回転寿司割烹よ。回転寿司割烹。そうさ、伊達に来たら寄っちゃうね。ここはカウンターでさ、5人ぐらいの職人さんが忙しそうに寿司握りまくってるからね。そりゃ美味しいわ。ネタもまたいいのよね。安くはないけどグルメ回転寿司としてはリーズナブルよね。いやいや、 Reasonable. 寿司なんや寿司。なんていや、寿司の寿司下手な寿司屋よりいいって。マジほんと。イクラね。マスイクラ使ってるお店って多いじゃない。はいはい。いや、マスイクラの方が最近多いんじゃないかな。マスとは書いてない店がほとんどなんだけどね。こちらは堂々とマスイクラって書いてあるからね。正直でいいじゃないの。心意気が違いますって。ネタにもそれが現れております。文句のつけどころがない感じ。シャリは好き好きあるかもしれないけども。いや、確かにね。地元の方は伊達はチョイスですって書き込みくださった方がいてね、わさびさんより美味しいお店あるのってびっくりしてね。そうそう。それがこちら。ワン、ツー、スリー。11. Data. Choice. 視聴者さんから伊達の回転寿司はチョイスでしょうという書き込み、チョイスいただきましてね。チョイス初来店、伊達店はね。はい。正直、他の地域のチョイスさんにお邪魔したことはあったんですよね。そして、ってなってね。だもんだから、チョイス伊達店さんには来たことがなかったんです。はい。ってことで、ミスタービーズいや、いいですね。チョイス伊達店いいじゃないですか。わさびさんと比べても互角の戦いといった感じ。この時わさびさんと同じネタを食べ比べしたんですよね、実は。そうそう。そしたらネタは互角でお値段的にはトータルちょいだけ安かったのよね、チョイスさんの方が。だチョイス伊達店さんも素晴らしいポテンシャルのお店でしたよ。チョイスの印象がチョイス変わりましたね。他の町のチョイスも再度チョイス戦してみなきゃ。それにしても伊達の回転寿司屋さんレベル高いんじゃないですか。ねえ、美味しいね。伊達も。伊達、北広島、北見、回転寿司三大穴場だね。はい。回転寿司はさ、トリトン派、名古屋家派とか花丸派とかいろいろ派閥ございますでしょ。まあ当然お気に入りの回転寿司っていうのは皆さんおありでしょうから、それぞれお口に合うお寿司屋さんに通うよね。どこが一番とかどっちの勝ちとか決める必要なくないって思うわけ。派閥で言えば私は花丸派なんだけど、はま寿司も好きだし、トリトンさんも名古屋家庭さんも行くしね。党とか派閥とかもう一緒。なんで同じ方向向かって前向きにやれないのかね。与党と野党が争うっていうスタイルがデフォルトになってる政治の世界って意味わからん。国内で争ってどうすんの？協力してよと思う本マグロ赤身が大好物のグリーンでした。そしてあの人たちにどれだけの対価を支払ってきたんだろうと思う中トロ派のおいちゃんでした。じゃんじゃん。 Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hokkaido Hamburgers des. Otanoshimini. See you soon. この間
おばのお見舞いに行った時にね、うんうん。小さい頃に俺がおばたちを笑わせたっていう話を聞かされてね、おう。自分は全く覚えてませんが、うん初めて海を見た時にね、うん。うわ大きい水たまりだねって言ったっていうかわいい。もちろん可愛かったんだけうるさいわ。ど俺ね初めてねうん白樺の木を見た時にうん。うわーずいぶん年取っちゃったんだね木もって詩人ですな。言ったんだって確かに。おかしいでしょいやサザエさんが24歳っていうのは分かるよ。ワカメが8歳だとかね。いや波平54歳って波平が随分年下だったっていうのがショックでね。いやー、そうなんです。サザエさんがっつり年下です。波平よりだいぶ年上だけど同級生で波平っぽいやつなんて一人もいないからね。あんなハゲ散らかしてるやつはいねえからね。あんな綺麗に一本立ってる人はいないね。みんな失礼だよ。何久しぶりに会うでしょ。うん。もう中学校の頃から髪が薄かったわけ結構。あ、毛が細いからね。で絶対将来ハゲるって言われてたから、うん。久しぶりにね、うん。例えば50過ぎとかで会った時に俺の顔見るなり、うん。あハゲてない言われんの？みんな驚くというね。ハゲてなくて悔しがる。ああ、今んとこいないな、同級生のハゲ。会った人は。異常に20代で行っちゃったやつはいるけどね。あめちゃめちゃイケメンだったのにあれってあ、悲しいね。同級生同士で結婚してて、で奥さんの方会って「おうおう元気?」みたいにふって隣見たら、知らねえやつが立ってあれ俺いや俺へえ。なんて言っていいのか分かんないよね。困るね。おじさんすぐ顔に出ちゃうからね、そういう時。言っちゃうからね。ハゲ散らかしたなおい。失礼だよ、本当にこの人は。ごめんなさいね。